こういうホームセンターでよくあるようなこう水圧でねこうシュッと出ますけどね、霧が出ますけど、こういうのでこんな感じでね、葉っぱにしっかり水やって、これでもう水やりできたわみたいなんで終わりってやっちゃ、これはもうダメですね。こう受け皿に敷いたままだとここ水溜まっちゃいますよね。まあまあしっかり水やったら、だったらやっぱその水が溜まりっぱなしで根腐れを起こして枯れるっていうのがもうかなり可能性高くあると思います。盆栽からしたらもったいない松盆栽生産日本一の高松の盆栽園北谷温泉4代目北谷隆一です。今回はですね、プロが絶対にやらない、ちょっと意外な、NG 管理、あんまりしない管理ね、そういう意味合いでやっていきます。本題に入る前に少しだけお時間ください。今の無料のメールマガジン、引き続きずっとやっております。結構ね、本数も増えたというか、かなりの数70、60、70ぐらいは作ったかな。それがまたメールアドレスで登録するだけで無料で定期的に、皆さんのそのアドレスに届きますんで、よかったらそちらでも勉強していただけたらなと思います。本題に戻ります。出そうかな。プロが絶対にやらない意外な NG 管理ということで、そんな意外でもないやろうって言われるかもわからんですけど、よく聞く、もう絶対これはダメっていうのはもうあえてのけといて、今日はそれもダメなんやみたいな感じのところをちょっと集めて3つだけね、やってみます。まず最初、水やりがね、霧吹きだけですね。もうこれ良くないですよと。あと常に受け皿を敷く、また後で詳しく言っていきますけどね。あと地面に直接置くと、これはやらない方がいいですよと。でもあんまりわざわざ言わないかなっていうね、これダメですよっていうね、室内がダメですよとかね、水ちゃんとやらないといけないですよとか、オーソドックスなのはよく聞くけど、この辺りは意外とそれもダメなんやぐらいな感じの、結構やっちゃダメみたいなのでお話ししていこうかなと思います。じゃあ順にね3つだけやっていきますけども、まずね、先ほどのこれも全部まとめてますけど、水やりが霧吹き、こんなね、こんなでちょっと出したらこう霧吹きで、こういうホームセンターでよくあるようなこう水圧でねこうシュッと出ますけどね、霧が出ますけど、こういうのでこんな感じでね、葉っぱにしっかり水やって、これでもう水やりできたわみたいなんで終わりってやっちゃ、これはもうダメですね。葉っぱの水もすごく大事なんですけども、まずこの鉢の中がもうしっかりね、よく言われるのが空気を入れるみたいなね言い方もしますけど、空気ってそんな入るんかなとか思いながら僕も聞きながらと思いながらはあるんですが、でも空気が入るぐらいしっかりこの水をね、な水圧の、じょうろでいいんですけど、じょうろドボドボドボっとしたようなね、シャワーみたいなんでもいいんですけど、それで中の今ある水がかけられた水でも入れ替わるぐらいの気持ちで、それぐらいだとなんか空気も入ってるみたいなねイメージにもなりますし、そういう意味で空気が入るとか言うのかな、分かんないですけど、だから霧吹きでねこうやってもこれでもいけんことはないと思うんですけど、その押し出す力ってなんか弱そうですよね。しっかりやれば霧吹きでも入れ替わってはいくと思うんですけど、もうちょっとねなんか、重たい水というかね、軽い水じゃなくてね、そういうのでやった方がいいのかなとは思いますね。頑張ればいけんことはないとは言えるんですけど、とりあえず葉っぱだけやって満足はしないように、それは気をつけてください。あと2番目、常に受け皿を敷いたまま、これね受け皿ちょっと用意してみましたけど、さっきみたいに水バーってやってねこれ霧吹きですけど、で受け皿に敷いたままだとここ水溜まっちゃいますよね。しっかり水やったら、だったらやっぱその
水が溜まりっぱなしで根腐れを起こして枯れるっていうのがもうかなり可能性高くあると思います。でやっぱ木ってね完全に湿ってる時よりかはちょっと乾いていく時が一番成長しやすいというか健康的な状態だったりするんですね。だから湿って乾いてまた湿ってって乾きついたらダメですよ。そこそこ乾いてっていうでそういう中で受け皿をしておくとずっと湿りっぱなしみたいな感じでね、だから受け皿敷いたままはダメと。ただこれ受け皿がねすごく役に立つ場合もありまして外出する時とか何日かとかね、例えば2泊3日ぐらい行きますぐらいだったらいけるかな、だったらちょっとあえて水を張ってねもう乾かんようにしてから出かけるみたいなのは、緊急的には受け皿はすごく有効ではあります。でも常に敷いたままは良くないですね。やっぱこういうのじゃなくてちゃんと流れ出てもう受けるものがなくてね水がちゃんと流れ出て乾くように、こういう状態で置いてる方がいいです。じゃあ次3番目、地面に直接置く。今僕が置いてるのちょっと高さつけて、台の上で木の板に置いてますけどこれ結構理想な状態で、ただこれをね、地面にねこういう棚じゃなくて地面に直接置くとあんまり良くないと。でこれも2パターンありまして、例えばアスファルトとかコンクリートとかそういうところに地面直接置いたら、冬の間はいいにしても夏すごく暑い状態でねで照り返しみたいなんでちょっと暑すぎて傷むみたいなのあると思います。あと土の状態、土の上に、地面ね土の地面に置いた場合は多分下にね根張っていくんですよ。で枯れはしないんですけどしっかり根づいちゃってね多分後で結構面倒だろうなとは思いますね。鉢の穴も塞いじゃってね。根伸ばしていってる間は健康なんですけどね、そこから外して根が穴が根で詰まった状態でまた置いておいたりとかねしたらそこで詰まっていって根腐れして枯れるんちゃうかなって、排水がダメになってね。あと地べたに置いておくとね水とか土とかを媒介してねそこを通って菌とか虫とか、水を伝っていくのは菌かな。で虫とかももう地べたから直接ね地べただったら簡単に張っていきやすい、毛虫ミノムシいろんなのね。だからやっぱり地面直に置いとくとそういう自然の脅威にさらされるというかね、なんでやっぱある程度高さをつけて、風通しよくてそうですね、そういうとこに置いた方がより健康的ではありますよと。そんな感じですね。今日ちょっとおさらいしましょうかね。水やりが霧吹きだけ、やりようによってはいけますけどじょうろみたいな重たい水みたいな方がね中に水がしっかり張り込んでいくかなと思います。で常に受け皿を敷いたまま、これ水がね抜けなくてそこに溜まった水がまだ腐るということもありますからね、いろいろ良くない、排水が悪い。で地面に直接置くと。で地面に直接置いたらもう暑さだったり虫だったり菌だったり、自然の脅威にね特にさらされるような感じになるんでこれもやらない方がいいですよと。今回は以上です。盆栽からしたらもったいない、高松の盆栽北谷温泉4代目北谷隆一でした。チャンネル登録高評価メールマガジンもよろしくお願いします。